柴崎春道の基礎から学べる水彩画。それでは、水入れの選び方と水の役割についてやっていきましょうね。はい。ではこちらをね、ご覧くださいね。水彩画を描くということですので、水が必要なんですね。そこでここに水の入りそうな容器を用意しました。もっともっといろいろね、用意ができるかと思いますけども、柴崎が、いろいろな方がですね、外などで、水彩でスケッチなんかをしているときに、どういう水入れを使っているかとね、時々興味あって覗くんですけども、時々ですね、例えばですね、このような空き瓶や小さい空き容器、ここに水を入れてですね、それで筆を水をつけたり洗ったりして描いてる方。そういう方結構おられるんですね。あるいはですね、こういうペットボトルの中に筆を入れてですね、こうやって水をつけたり筆を洗ったりしてる方もおられます。実際に。ねえ。いずれももちろん水の入る容器です。それから、画材屋さんに行くとですね、もっともっと専門的に水の入れる容器としてこんなものも売ってたりします。例えばこれはですね、持ち運びが便利なように、ここのとこ、よいしょ。こうやってですね、こう引き出して使わなくなったらこう畳んでしまうというね、非常に持ち運び簡便にできて工夫のある水入れなんですけども、実は柴崎はですね、もういろいろ水が入るけども、その中でちょっとかさばるけども、このようなタイプ。大きくて深くて、できればここの仕切りが2つかあるいは3つになっている水入れをお勧めします。それは後ほどちょっとなぜかということをお話ししますけども、このようにですね、大きくて深くて3つかあるいは2つに仕切られている容器。でもこれもですね、ちゃんといろいろとメーカーで工夫してあるんですね。こうやって分解して、このようにしてね、小さくして持ち運びもできますので、ぜひですね、水入れを選ぶときは、大きくて、しかも深くて、ここの仕切りができれば2つか3つになっている水入れ。これですね。間違ってもこういうね、ちょっと手軽なものではなくて、このようなタイプを用意してください。では、そういうことなので、一応これは、こういうタイプはあなたは今後使わないということで、ここにお話ししましょう。で、ここに水を用意しましたけども、ではこの水入れ、水をどのくらい入れたらいいかということでお話しますね。ね、横から見るとこんなに深いんでしたね。この深さの中のどのくらい水を入れたらいいかです。というお話です。もうこのくらいかこのくらいかですね。いろいろ考えられますけども、結論とすれば、ぜひ、このくらい深さがあったら、この 80% ぐらいまでは水を入れてほしいと思います。ですので、まず、水をたっぷりまず用意されてですね、ここに、ちょっと見えにくいかと思いますけども、80% ぐらい。少なくとも 60% か 70% ぐらいのお水を、もちろんこっちもそうですけども、こちらもですね、たっぷりとここに水を用意するということが前提です。で、ここにたっぷりとね、今水を用意しましたよ。では、この水入れを使って、実際にこの水をどのように考えて使っていくかというお話をしましょう。ここに柴崎は、できれば3つの仕切りになっている水を用意してほしいと言いました。それはですね、ちゃんと意味があることなんですね。役割としては、この大きい部分の水はですね、汚れた筆をきれいにする水です。で、次のタイプは、絵の具を柔らかく塗りやすいように伸ばすための水です。もう一つは、絵の具を明るく、つまり、白い絵の具を足すような気持ちでね、色を明るくするための水です。
ね。もう一回言いましょうね。筆をきれいにするための水。から絵の具を柔らかく伸ばすための水。絵の具を白を混ぜるような気持ちで明るくするための水。という役割です。では、実際にやってみましょう。まず、水で絵の具を柔らかく伸ばすための役割です。たっぷりと持ってきて塗ります。この水が少ないとですね、どういうことになるかっていうと、当然絵の具の溶く量も少なくなると思いますので、塗っていくとすぐ絵の具はなくなってしまうんですね。これはやっぱり透明水彩の効果はうまく出ませんので、この絵の具を溶くためのお水をたっぷりとパレットに用意して、そしてたっぷりの絵の具を作って塗るとスムースに塗れるので、そのためにここにもたっぷりの水がまず用意されている、水入れの中に用意されているということが大切なんですね。で、次はこの汚れた筆を洗いましょう。ここでしたね。ここで洗っていきます。もしここの水がなかったらどうしましょう。ここで洗うことになってしまいます。今、一つのブルーだけでやってあるから、いいんですけども、他の色、赤とか緑を使って、ここで洗ってしまったら、今度は新しく絵の具を溶くための水として、もうこれ汚れてしまいますよね。それはまずいので、必ず、筆を洗う水は独立した別のものとして用意しましょう。さらに、もう一つこれでしたね。絵の具を明るくするための白としての水です。では、この絵の具ですね。もう一回じゃあこれでね、絵の具を柔らかくして溶いていきましょう。はい。こうですね。これを白としての役割の水として、これを使ってみましょう。当然、この白ですから、この一部にこう混ぜて、塗ると、このように色が明るくなります。これは白としての役割を果たしているからですね。だから、この水も汚れたり、暗くなってしまうと、その役割ができなくなるので、三つ目の水としてきれいに保っておくと良いと思います。また、例えばこのようにして白の水をつけてきて、このように落として白い絵の具として新たに活用する。このような効果も期待できるので、必ずきれいなお水を1個用意します。汚れていい筆をきれいにするための水。絵の具を伸ばすための水。その絵の具を明るく白くしていくための水。この3つの役目を果たすような、水入れ。これが透明水彩画を楽しく描くための水入れを選ぶ大切なポイントです。